どうも、底辺アクアリスト黄昏です。前回スネールバスターを使用したら水槽が白濁し、アンモニアが大量発生したという動画を出したんですが、換水を行ってもどうしてもアンモニアが除去できませんでした。このままだと生態にも良くないので、今回初めて使う最終兵器を出していきたいと思います。それがこちら、ゼオライトです。ゼオライトとはフッ石とも呼ばれるミクロ多孔性の結晶性アルミノ系異酸塩です。イオン交換材料、触媒及び吸着材料として利用されます。自然採掘以外にも様々な性質を持つゼオライトが人工的に合成されています。ゼオライトは成分に含まれている水とアルミノ系酸塩骨格との結びつきが弱いため、加熱すると容易に水を脱離して沸騰しているように見えることから、ギリシャ語のゼオ、沸騰するとリソス、石を合わせて名付けられました。ゼオライトは多孔質であり、そのミクロレベルの穴によっていろいろな効果が発生します。一つは脱臭。空気中の匂いを吸着する性質があります。二つ目は水質浄化作用。ゼオライトの吸着性によって水中の重金属などを取り除き、水質を改善することができます。またアンモニアを吸着し、ナトリウムを放出する陽イオンを交換する働きがあります。3つ目は吸湿効果。湿度が高いときは空気中の湿気を吸い、乾燥したときは溜めていた湿度を吐き出します。この中でアクアリウムに使用する用途としては、やはり水質浄化作用ですね。一番の効果は何といってもアンモニア吸着作用です。水槽立ち上げ初期などはソイルなどの栄養素が放出されたり、分解するバクテリアが少ないため、どうしてもアンモニアが発生してしまいます。アンモニアは魚にとって有毒で、それを亜硝酸、硝酸に変えるバクテリアが十分発生するまでには日数がかかるため、立ち上げてすぐは魚を入れてはいけないわけですね。その生態にとって一番有害なアンモニアを強力吸着するのがゼオライトです。また他のイオンともイオン交換を行っており、カルシウムやマグネシウムを吸着することで水槽内の水を軟水化する効果があるとされています。 pH の調整作用もあり、アルカリ性の水質を弱酸性に傾ける効果もあるそうです。アンモニアはアルカリに傾くほど毒性が強くなるので、そういった意味でも対アンモニア対策としてはとても優秀な働きをしてくれます。露剤の位置づけとしては活性炭などと同じ化学露剤ですね。基本的には水槽立ち上げ初期に使用する露剤だと思います。活性炭同様使用期限があり、使い続けると効果が薄れていきます。そういった場合は 2% の塩水につけることでゼオライトに付着したアンモニアを放出させ、再利用することができるんです。これだけの効果がある露剤、普通に考えると高そうですが、なんと100円ショップで買えるんです。僕が買ったのはこちらのダイソーのゼオライトです。180g と結構量も入っており、しっかりと袋に入っているため、普通の露剤単価よりも安いし使いやすいですね。見つけた時はびっくりしました。ダイソーは他の100円ショップよりもアクアリウム用品が揃っているイメージなんで、立ち寄った時はぜひ見てみてください。それでは早速
白濁してアンモニア濃度が高くなってしまった水槽に使っていきましょう。まずは水洗いをしてから濁りが取れるまで洗います。その後はフィルターなどに入れて使用するんですが、今回は排水パイプの上に乗っけるような形にしました。どうせ何日かしたら取り除くんだし、外部フィルターの中にいちいち入れるのも面倒だなって思ったんですよ。しょうがないですよね。結構水流も当たってるんで、何日かしたら効果が出るんじゃないかと期待して待ちます。そして翌日、試しにアンモニア濃度を測ってみました。するとなんと、きれいさっぱりアンモニアが検出されなくなっていました。あんなに試薬液をどす黒くさせて、水替えを何回しても除去しきれなかったアンモニアが、たった1日でこんなにもあっさりなくなるとは思いもしませんでした。アンモニア吸着作用があることは知っていましたが、想像をはるかに上回る性能です。こういった緊急事態の時に一つでも持っておくと心強いアイテムですね。ただ、いいことばかりではありません。使い方を間違えると逆効果な可能性もあるので、使用上の注意点も見ていきましょう。まず、長期間使用したゼオライトを使い続けると、限界を超えた場合、吸着していたアンモニアなどを放出してしまうと言われています。アンモニアなどを消すわけではなく、吸着するだけなので、飽和状態になると離してしまうわけですね。使用期間はだいたい1ヶ月ぐらいらしいので、必ず期間は守るようにしましょう。また、期間を過ぎて再利用する時の処理方法を間違えると、これまた吸着した成分を放出してしまうみたいです。2% の塩水に1回つけるだけではダメみたいで、何度も交換し、その度に確実に乾燥もさせておかないといけないみたいなんです。正直、何%の塩水で何回、どれくらいつけてどれくらい乾燥させないといけないのか、具体的な方法があまりわからず不確実なので、正直僕は再利用はおすすめしません。100円の商品なので、苦労してリスクを冒しつつ再利用するのではなく、買い替えた方が安心なのかなと思います。そして最後の注意点は、イオン交換の順番です。結びつきやすいイオンもあれば、結びつきにくいイオンもあるわけで、交換優先順位がゼオライトにも決まっています。アンモニアだけを吸着するイメージがありますが、水の中のいろんなものを吸着します。イオン交換優先順位は、セシウム、ルビジウム、カリウム、アンモニウム、バリウム、ストロンチウム、ナトリウム、カルシウム、鉄、アルミニウム、マグネシウムの順番になっています。これを見ると、アンモニアよりもカリウムの方が優先順位が高いんです。ナトリウム、カルシウム、マグネシウムなども吸着して軟水化してくれますが、吸着する代表であるアンモニアよりも水草の重要な栄養素であるカリウムが一番優先度が高いのが驚きですね。ということは、フィルターの中にゼオライトを入れておくと、いくら液肥でカリウムを添加したところでアンモニアが検出されないレベルであれば、カリウムはすっからかんになっちゃうわけです。水草水槽をしている方にはあまりおすすめできませんね。あくまで立ち上げ初期や緊急時に使用するくらいに留めておいた方がいいかもしれません。他にも使い方として、汲み置きした水にゼオライトを入れて軟水化するという方法もあります。僕の家みたいに硬水の地域ではどうしてもアクアリウムに向いていないので、
簡易的に軟水にできるのであればとっても便利ですよね。ただ一応こっちも検証してみたんですけど、1日エアレーションして TDS を測ったんですが、ほとんど差がありませんでした。TDS メーターでは吸着した効果がわからないのか、もっと長い時間つけ置いておかないといけないのかはわかりませんが、おまじない程度に考えておくといいかもしれません。ということで、100円で買える超高性能化学炉材ゼオライトの紹介でした。ぜひ皆さんも注意点に気をつけて使ってみてください。というわけで今回はここまで。Twitter と Instagram もやっておりますので、そちらも見ていただけると嬉しいです。チャンネル登録、高評価、コメントお待ちしております。動画制作の励みになりますのでぜひ。それではご視聴ありがとうございました。